レッスン1、朝の挨拶。おはようございます。次のプレゼンテーションの準備はできましたか？はい、1週間ずっとスライドの練習をして、スピーチを磨いてきました。それは素晴らしい。君がどれだけ努力したかわかるし、報われるだろう。ありがとう、自信は持てるようになりましたが、それでもすべてが完璧であることを確認したいです。わかりました。資料をダブルチェックして、納品のリハーサルをしておくといいですよ。はい、聴衆を引きつけ、記憶に残る情報にしたい。あなたが素晴らしいことをしてくれることは間違いありません。このトピックに対するあなたの情熱があなたのサ輝ポートいています。に感謝します。本当に自信が高まります。どんなことが起こっても、プレゼンテーションが終わったらお祝いしましょレッスン2、歴史的展望。過去の生態学的、社会的、政治的運動は、現在を大きく形作ってきました。はい、歴史的出来事が現代の問題にどのように影響するかを見るのは魅力的です。絶対に、私の前任者の中で最も著名な方々が、まさにこの話題について初めてスピーチをしました。それは面白い。それは私たちの過去と現在がいかに相互につながっているかを示しています。まさに、歴史を理解することで、現在の課題について貴重な洞察を得ることができます。はい、自分のルーツを知ることは、私たちが未来をよりよくナビゲートするのに役立つと信じています。これらの動きが現代社会にどのように影響したかの例をいくつか見てみましょそれは素晴らしいアイデアのようですね。このトピックをさらに深く掘り下げるのを楽しみにしています。う。私たちの考えを共有し、お互いから学ぶのが待ちきれません。レッスン3、自然探検。承知しました。近くの国立公園を散策してみてはいかがですか？美しいトレイルがあります。それは完璧な計画のように思えます。自然の中でのハイキングというアイデアが大好きです。まさに、新鮮な空気と穏やかな環境はとても若返ります。はい、木々や野生動物に囲まれていると、とても平和な雰囲気になります。自分のスキルレベルに適したトレイルをいくつか調べてみましょ素晴らしいアイデアです。二人とも楽しめるようなルートを選びたいです。う。絶対に、ハイキングは、それほど難しくない方がずっと楽しいものです。途中でピクニックを楽しめるように準備するのを楽しみにしています。それは素晴らしいアイデアです。その日をさらに特別なものにしてくれるでしょレッスン4、交通の利便性。う。バス停は駅の真向かいにあり、とても便利です。それは素晴らしい。街中を旅行するのがとても楽になります。まさに、手間をかけずに、ある交通手段から別の交通手段に簡単に切り替えることができます。はい、日帰り旅行の計画や近くの観光スポットの探索に最適です。このような優れたセットアップで、すべてにアクセスしやすくなるのが気に入っています。絶対に、時間とエネルギーを節約でき、冒険をもっと楽しむことができます。旅行中はこの便利さを活用しましょう。
間違いない。これが私たちに開いてくれるすべての可能性にワクワクしています。私も。素晴らしい経験になるよ。レッスン5、自信を高める。そうだね。今日はベストを尽くすよ。あなたが素晴らしいことをすることは間違いありません。君の覚悟は輝くだろう。ありがとう。脚光を浴びる前にそれを聞いておくと助かります。絶対に。プレゼンテーション中は、息を吸って時間を取ることを忘れないでください。それを心に留めておくよ。緊張していると、急ぎやすい。はい、あなたのメッセージに集中してください。そうすれば、聴衆はあなたの誠実さを高く評価するでしょう。それは良い点です。彼らとつながって、自分のポイントを明確にしたい。そうするよ。私はあなたが彼らと関わり、鼓舞する能力を信じています。あなたのサポートに感謝します。それは大きな違いを生みます。レッスン6、便利なレンタカー。いろいろなエリアを簡単に探索できるように、レンタカーを借りる方が便利だと思います。それは素晴らしい計画のように思えます。自分の車を持っていると、どこへでも自由に行けます。まさに、公共交通機関に頼ったり、スケジュールを気にしたりする必要はありません。さらに、主要な観光ルートにはない隠れた名所を訪れることができます。はい、レンタカーが私たちに開いてくれる可能性にワクワクしています。レンタルオプションを調べて、予算に合ったものを見てみましょう。いいアイディアだ。冒険のために信頼できる車を手に入れたいんだ。絶対に。様々な地形に対応できる車両を用意することが重要です。私たちのロードトリップを楽しみにしています。レッスン7、睡眠チャレンジ。わかってるよね。私は大抵夜は眠りにつくのに苦労する。それはイライラするように聞こえます。リラクゼーションのテクニックを試してみようと考えたことはありますか？はい、寝る前に読書と瞑想を試してきました。これらは素晴らしい戦略です。心を落ち着かせ、眠りに備えるのに本当に役立ちます。まさに、自分にとって一貫して効くものを見つけたいだけです。わかりました。時間はかかるかもしれないが、よく休むために努力する価値はある。はい、同感です。ぐっすり眠ると随分気分が良くなる。間違いない。ヒントを共有し、解決策を見つけるためにお互いをサポートしましょう。私はそのことに賛成です。一緒に働くことで、二人ともよく眠れるようになるかもしれない。レッスン8、クリエイティブサポート。80歳以上のアーティストが動き回ると傷つくことが多いにもかかわらず、今でも活発に制作しているのを見るのは刺激的です。絶対に。彼らのアートへの献身は、彼らの情熱と回復力を表しています。肉体的な問題があっても、若い世代を助け続けているのは驚くべきことです。はい、メンターや彼らの経験を共有することは、意欲的なアーティストにとても良い影響を与えることができます。アートの世界におけるコミュニティとサポートの重要性を強調していると思います。
間違いない。彼らの作品を見ると、年齢に関係なく、他の人が夢を追い求める動機づけになります。彼らの作品を展示する地元のギャラリーに行く計画を立てましょう。彼らをサポートできたら素晴らしいと思います。それは素晴らしいアイデアのようですね。彼らの創造性とストーリーに感謝するのが待ちきれません。私も、アートコミュニティへの彼らの貢献を称える素晴らしい方法になるでしょう。レッスン9、大切な思い出。彼女は幼い頃のことをよく教えてくれました。私はいつも魅了されていました。それは素晴らしい。過去の話を聞くと、歴史についての貴重な洞察が得られます。はい、彼女は私の腸がかつてどのようなものだったかを教えてくれました。そして、今日とは全く違って聞こえました。私はそれが大好きです。多くの場合、社会の変化を反映して、場所が時間とともにどのように進化するかは驚くべきことです。まさに、彼女の説明を聞いて、私たちのコミュニティの歴史と文化に感謝しました。それらの思い出を共有することで、若い世代も過去を生き続けることができます。完全に同感です。これらのストーリーは、後で参照できるように保存しておくことが重要です。彼女のようなストーリーを記録しておきましょう。他の人に自分のルーツを大切にするよう促すことができます。それは素晴らしいアイデアです。経験を共有することで、私たち全員をつなぐことができると思います。レッスン10、ワイルドライフワンダーズ。この地域には野生生物が豊富で、哺乳類の中にはツキノワグマ、ハイイログマ、エルク、ムース、ミュールジカなどがあります。それは信じられないですね。私は様々な種とその生息地について学ぶのが大好きです。はい、これらの動物はそれぞれ生態系において重要な役割を果たしています。絶対に、彼らが環境とどのように相互作用するかを見るのは魅力的です。これらの生き物を大切にし、守ることは私たちにとって不可欠だと思います。完全に同感です。生物多様性を維持するためには保全活動が不可欠です。自然の生息地でこれらの動物を観察できる国立公園への旅行を計画しましょう。それはスリリングな冒険のようですね。直接体験するのが待ちきれません。私も、彼らを間近で見て、彼らの生活についてもっと学ぶのは素晴らしいことです。レッスン11、時が経つのは早い。楽しんでいると、あっという間に時間が過ぎていきますよね。絶対に。楽しんでいると、何時間もあっという間に過ぎてしまうなんて信じられないほどです。はい、その楽しい瞬間を大切にすることがいかに大切かを思い出させてくれます。まさに、時間は様々な単位で構成されていますが、有意義な経験は時間を長く感じさせます。同感です。それらの瞬間は、私たちが最も大切にしている思い出になることがよくあります。そういった体験をもっと一緒に作っていきましょう。それは素晴らしい計画のように思えます。冒険と笑いで時間をいっぱいにしたいです。私も、人生は短すぎて一瞬一瞬を楽しむわけにはいかない。次の楽しいアクティビティの計画をすぐに始めましょう。レッスン12、楽しみのための予算編成。週末の休暇にはいくら割り当てるべきですか？週末だけなので、
適度に抑えて予算を賢く抑えましょ間違いない。使いすぎることなく、まだ素晴らしい時間を過ごすことができます。同感です。楽しさと節約の適切なバランスを見つけることがすべてです。宿泊費、食費、活動費の概要を説明しましょう。素晴らしいアイデアです。これにより予算内に収めることができます。この旅行を計画することにワクワクしています。すべてが整理されているといいですね。私も自分の限界を知ることで休暇をさらに楽しむことができます。お金を賢く管理しながら、時間を最大限に活用しましょレッスン13、朝のルーチン。朝食後、着替えて軽いストレッチ体操をします。それは一日を始めるのに最適な方法のように思えます。ストレッチは体を目覚めさせるのに本当に役立ちます。はい、その日どんなことが起ころうとも、心身ともに準備させてくれます。完全に同感です。おはようのルーティンは、これからの日に向けてポジティブな雰囲気を醸し出してくれます。まさに、朝でも自分のために時間を作ることが大切です。ある朝、一緒にストレッチをする計画を立てましょう。楽しいかもしれません。それは素晴らしいアイデアです。その経験を皆さんと共有したいです。待ちきれない。お互いにやる気を引き出す素晴らしい方法になるよ。絶対に、より健康的な朝へ。レッスン14、競合分析。また、市場をよりよく理解するために、競合他社の戦略をより綿密に分析する必要があります。はい、それは不可欠です。彼らが何をしているのかを知ることは、私たち自身の長所と短所を特定するのに役立ちます。まさに、これにより、採用したいと思われる効果的な戦術についての洞察が得られます。完全に同感です。さらに、市場のトレンドを先取りするのにも役立ちます。見つけられるすべてのデータを集めて、体系的に分解しましょう。素晴らしいアイデアです。徹底的に分析することで、私たちの立場をより明確に把握できます。この仕事に飛び込むことができてワクワクしています。貴重な発見につながるかもしれません。私も、この分野の他の人から学ぶのはいつもやりがいがあります。生産的なセッションにしましょう。レッスン15、予算管理。このプロジェクトは適度な予算で何とかできると思います。聞いてよかった。財務上の限度内にとどまることが重要です。はい、経費に気を配ることで、より効果的に資金を配分することができます。完全に同感です。プロジェクトの成功に欠かせないことを優先させましょう。絶対に、目標を達成しながらお金を節約するための創造的な方法をいつでも見つけることができます。計画通りに進めるために予算計画の立案を始めましょう。素晴らしいアイデアです。品質を損なうことなく機能させることができると確信しています。予算内で何ができるか楽しみです。私も、このプロジェクトを成功させよう。レッスン16、火山の洞察。
ハワイには現在火山活動はありませんが、ハワイの2つの島にはまだ活火山があります。ああ、本当に？あれはどの島なの？オアフ島とハワイ島には両方とも火山があり、探検するのも魅力的です。それは素晴らしいですね。火山とその生態系についてもっと知りたいといつも思っていました。はい、独特の景観と豊かな生物多様性があり、体験する価値があります。活火山を間近で見ることの素晴らしさを想像することしかできません。絶対に、これらの島々を訪れ、自然の驚異を探索する旅行を計画しましょう。全力でやるよ。一生に一度の冒険になるよ。ハワイでの休暇の計画を始めるのが待ちきれません。レッスン17、ワークステーションの設計。それは素晴らしいアイデアです。パーソナライズされたワークステーションを設計すると、生産性が大幅に向上します。完全に同感です。自分のスタイルを反映した空間があると、仕事がもっと楽しくなります。はい、また、整理された状態を保ち、タスクに集中するのにも役立ちます。まさに、創造性と効率性を刺激する空間を作るためのアイデアをブレインストーミングしてみましょう。私はそれが好きだ。色、レイアウト、さらには欲しい家具の種類まで検討できます。はい、生産的な環境には快適な椅子と良い照明が不可欠です。ワークステーションが機能的であるだけでなく、楽しく作業できることを確認しましょ絶対に、お二人のやる気を引き出すような空間を作れることにワクワクしています。私も。さあ、このプロジェクトを始めよう。レッスン18、空港でのリラクゼーション。フライト前にゲートでリラックスできます。リラックスするには良い方法です。エネルギーを維持するためにスナックか何かを食べてもいいかもしれません。パーフェクトですね。ちょっとしたおやつがあれば、これからの旅に向けて気分をリフレッシュできます。絶対に。空港には素晴らしいオプションがあることが多いので、美味しいものを見つけることができます。同感です。それに、座って雰囲気を楽しむ機会も与えてくれます。まさに、人が行き来するのを見るのはとても面白いです。待っている間、座り心地の良い場所を見つけるようにしましょう。いいアイディアだ。飛行機に乗る前にリラックスしたい。旅行が待ちきれません。冒険になるよ。レッスン19、ホビーシェアリング。最近、楽しくて役に立つ新しい趣味を始めました。それは面白そうですね。それは何？いろいろな料理の作り方を学び始めましたが、素晴らしい経験になりました。料理はとても貴重なスキルです。もしかしたらレシピを教えてもらえませんか？ぜひそうしたいです。一緒に料理してアイデアを共有できたらもっと楽しくなりますよ。絶対に。私たちは様々な料理を探求し、お互いから学ぶことができます。近いうちにクッキングナイトを計画しましょう。私のお気に入りのレシピをお見せします。楽しみです。
料理は本当に人をつなげることができるんです。間違いない。楽しい時間を過ごし、美味しい料理を楽しむ方法になるでしょう。レッスン20、ペットケア。ポケットから出て、うっかり猫の尻尾を踏んでしまい、そんなことをするといつも気分が悪くなります。ああ、いや。かわいそうな猫。彼らはとても敏感で、うっかり傷つけてしまいがちです。まさに。気をつけようとしてるけど、気づきにくい時もある。はい、猫は卑劣な小さな生き物です。ただ足元に出るのが大好きです。私はいつもそれを補うために彼に特別な愛を与えるようにしています。素敵だね。彼らに少し注意を向けることは、彼らが気分を良くするのに大いに役立ちます。確かに。たとえ事故が起きても、彼が愛されていることを彼に知ってもらいたい。あなたが彼の気持ちをとても考えているのは素晴らしいことです。ありがとう。私たちのペットは可能な限り最善のケアを受けるに値すると思います。レッスン21、ハードワーク。ジョーは一生懸命働かなければならない。彼には管理すべき責任がたくさんある。はい、そして彼はそのお金を父親に返さなければならないので、プレッシャーが増します。それは本当です。家族の義務は時に重い負担になることがあります。しかし、彼がすべてをどう扱うかには感心します。それにはかなりの力が必要です。絶対に。仕事と家族のバランスを取るのはかなり難しい場合があります。彼が圧倒されることなくすべてを管理する方法を見つけてくれることを願っています。はい、彼はそれを理解すると思う。彼の周りにはしっかり支えられている。それは重要です。しっかりしたサポートシステムを持つことで大きな違いが生まれます。私は彼を応援しています。彼は何をするにも成功するに値する。レッスン22、ショッピングのコツ。聞いたところによると、あの靴はサイズ通りだから、試着した方がいいよ。それは心強いですね。購入前にフィット感を確認しておくことをお勧めします。間違いない。フィット感が良いと、着心地に大きな違いが生まれます。同感です。数時間履いた後、靴がきつくなったり、緩すぎたりするのは嫌いです。まさに、試着に十分な時間を割り当てるようにしましょう。いい計画だ。時間をかけてぴったり合うものを見つける価値はあります。彼らがあなたにどう見えるか楽しみです。私も、適切なアイテムが見つかれば、ショッピングはとても楽しい経験になります。楽しんで一日を過ごしましょう。レッスン23、スポーツと誠実さ。調査以来、カナダのスポーツの現状を知ることは重要です。はい、最近、陸上競技におけるインテグリティについて多くの議論が交わされています。まさに、カナダ薬物防止スポーツセンターは、これらの問題に取り組もうとしています。スポーツの信頼性を維持するためには、スポーツにおける公平性と誠実さを促進することが不可欠です。絶対に、アスリートは、不当なアドバンテージのない、平等な競争の場で競うべきです。完全に同感です。
スポーツ文化全体の健康にとって必要不可欠なことです。今後数ヶ月でこれらの取り組みがどのように進展するかを見守っていきましょいいですね。彼らがどのような変更を実施するのか興味があります。う。カナダのスポーツの進化を目の当たりにするのは魅力的だと思います。レッスン24、リサイクルショップでの発見。うわ、それはすごい。それならもっと頻繁に古着屋に行くべきだ。絶対に。時間をかけてみれば、信じられないほどの宝物を見つけることができます。他では見つからないようなユニークなアイテムが揃っていることが多いと聞きました。はい、入るたびに宝探しみたいな感じです。ヴィンテージの服やユニークな家の装飾を見つけるというアイデアが大好きです。まさに。さらに、環境に優しく保ちながらお金を節約できる素晴らしい方法です。近々、古着屋でのお出かけを計画しましょう。ぜひ一緒に探検してみたいです。楽しい一日になりそうですね。私たちが発見するものを見るのが待ちきれません。私も、驚きに満ちた冒険になるよ。レッスン25、ペット用品。ペットを飼うときは、犬に与えるおやつや毛づくろいをするためのブラシを検討する必要があります。そうなんです。ペットに十分な餌を与え、手入れをしておくことが重要です。はい、猫用には、特定の食事のニーズに応える餌もあります。まさに、ペットごとに要件が異なり、それを満たす必要があります。彼らの健康と幸福のためには、高品質の製品を選ぶことが不可欠です。絶対に。十分な栄養と身だしなみを整えることで、生活の質を大幅に向上させることができます。今週末、ケムクジャラの友達に必要なものをすべてリストアップしましょ素晴らしいアイデアです。すべてが網羅されていることを確認したいのです。う。ペットの世話を手伝うことができてワクワクしています。レッスン26、フィットネス会話。こんにちは、あなたもフィットネスに興味がありますか？はい、健康で活動的でありたいです。あなたはどう？絶対に。もっと運動をルーティンに取り入れようとしてるんだ。それは素晴らしい。定期的なトレーニングはエネルギーレベルを本当に高めることができます。間違いない。アクティブでしっかり食べると、とても気分が良くなります。完全に同感です。自分に合ったバランスを見つけることがすべてです。お互いにモチベーションを高めて、フィットネスの目標を達成しましょ私はそれが好きだ。ワークアウトパートナーがいると、もっと楽しくなります。う。一緒にフィットネスの旅を始めるのが待ちきれません。レッスン27、電力回復。モーメント、よし、時間をかけて。これで電源は戻るはずだ。ほっとしました。停電が少し心配になり始めていた。完全に理解できました。思いがけず明かりが消えるなんて面白くない。はい、私たちがいかにすべてを電気に頼っているかがよくわかります。絶対に、
今回はそれが続くことを願いましょう。同意しました。待っている間、楽しませる方法があるのは嬉しいよ。はい、停電中は、ボードゲームや読書が気を散らすのに最適です。間違いない。すべてが正常に戻るまで最善を尽くしましょう。この時間を一緒に楽しむのを楽しみにしています。レッスン28、歴史指導者。スーザン・ B ・アンソニーやエリザベス・キャディスタントンなどの指導者たちは、女性の権利問題に注目し、多くの人々に運動に参加するよう説得しました。それは魅力的だ。彼らの努力は平等のための戦いに貢献し、彼らの声は今日でも響き渡っています。絶対に。彼らの決意と情熱は、歴史の流れを変える運動の火付け役となりました。はい、彼らがどれほど多くの反対に直面しながらも、変化を推し進め続けたのかを考えると刺激的です。まさに。彼らの勇気は、正義の用語にはしばしば課題が伴うが、粘り強さが鍵であることを思い出させてくれます。完全に同感です。生活のあらゆる分野で平等のために戦い続けることで、彼らの遺産を尊重することが重要です。彼らの貢献と、それらが将来の世代にどのように影響したかについて、さらに詳しく見ていきましょう。それは素晴らしい計画のように思えます。彼らが社会に与える影響について、もっと知りたいと思っています。私も。私たちが成し遂げた進歩を理解するには、私たちの歴史を理解することが不可欠です。レッスン29、文学的な洞察。文学文化の一部である西洋人は、様々な歴史的要因の結果としての科学革命を奨励したり理解したりしていないようです。それは興味深い視点です。文学界は、経験的証拠よりも物語や感情を優先することが多い。まさに。これにより、科学の進歩と文学的な評価との間に断絶が生じる可能性があります。はい。そして、様々な文化がどのように進歩を様々な方法で解釈できるかは興味深いことです。同感です。このダイナミクスを理解することは、知的運動のより広い文脈を理解するのに役立ちます。文学と科学が時間の経過とともにどのように互いに影響し合っているかを深く掘り下げてみましょう。それは素晴らしいアイデアのようですね。彼らの関係を調べれば、文化の進化について多くのことが明らかになるかもしれません。この魅力的な交差点を探索するのを楽しみにしています。私も、啓発的な議論になりそうです。レッスン30、健康上の懸念。今でも家でタバコを吸っている人もいますし、子供たちもその煙を吸い込んでいます。これは非常に憂慮すべきことです。はい、それは信じられないほど心配です。間接喫煙は子供の健康に深刻な影響を与える可能性があります。絶対に。親が子供の周りで喫煙することによる危険性を認識しておくことは重要です。完全に同感です。啓発キャンペーンは、これらのリスクについて家族を教育するのに役立ちます。まさに、禁煙環境を作ることは、将来の世代の健康にとって非常に重要です。地域社会でより健康的な生活環境を促進する方法について話し合いましょう。それは素晴らしい計画のように思えます。子供たちの幸福を訴えることは必要不可欠です。
この重要な会話に貢献できることを嬉しく思います。私も。力を合わせれば違いを生むことができます。